こんばんは。皆さんの心安らぐひとときに少しだけ知的な探求の時間を。さて皆さんは、つばせり合いという言葉をニュースや日々の会話の中できっと耳にされたことがあるかと思います。激しい競争ですとか、一歩も引けない対立状況なんかを表す言葉として、すっかり私たちの日常に溶け込んでいますよね。ですが、その比喩的な意味の裏側にはですね、かつて日本の武士たちが繰り広げた文字通り命を懸けた攻防のその壮絶な歴史が隠されているんです。今日はこの言葉が持つ本来の意味、その奥深い世界を一緒に探っていきましょう。このつばかり合いという言葉、その響きの裏側にですね、かつては本当に生死を分けるほどの壮絶な戦いがあったということを皆さんはご存知でしたでしょうか。今日はこの言葉が秘めている本当の意味、その深淵をじっくりとゆっくりと覗いてみたいと思います。ではまず言葉そのものから見ていくことにしましょうか。一体つばせり合いとは物理的に、そして歴史的にどのような状態を指していたのでしょうか。最初のテーマはつばせり合い、その本当の意味。つばせり合いは3つの漢字で成り立っています。まず1つ目のつば。これは刀の柄と刃の間についている手を守るための円盤状の部分ですね。いわゆるつばのことです。次に迫り。これは相手にぐっと近づいて圧力をかける、その様子を表しています。そして最後の愛は、その行為が決して一方的なものではなくて、お互いに行われているということを示しているんですね。つまり言葉の通り、刀のつばとつばが火花を散らすほど激しくぶつかり合う。それほどの至近距離で互いの力が拮抗する。それがこの言葉の原点にある、まさにその光景なんです。では、このつばせり合いは時代とともにどのように変化してきたんでしょうか。昔の実践、いわゆる古流剣術におけるつばせり合いというのは決してただの膠着状態ではなかったんですね。むしろここからが本番でした。組みや投げ技に移行して相手にとどめを刺すための極めて危険で重要な転換点だったんです。一方で、現代の剣道ではどうでしょう。厳格なルールの下で試合における一時的な停止状態とみなされています。つまりですね、命のやり取りのための必死の技術が長い年月を経て競技スポーツの中の攻防の一つへとその姿を変えていったというわけなんですね。古流剣術におけるつば迫り合いの現実をもう少し詳しく見てみましょう。互いの刀ががっちりと組み合ったこの至近距離では、もう大きく振りかぶって相手を切るなんてことはできません。では、どうするのか。ここから戦いは相手の体勢を崩しという段階へと移行するんです。例えば、相手の足に自分の足を絡めてバランスを崩させる足絡み。あるいは、相手の腕を取ってまるで柔道のように投げ飛ばす組打ち。そうやって相手の体勢が崩れて、ほんの一瞬の隙が生まれたところを懐の脇さなどで致命的な一撃を加える。これこそがつば迫り合いの真の目的だったわけです。息を整えるための休憩時間だなんてとんでもない、全くそんなものではなかったんですね。一方で、現代の剣道の世界では、ただ力任せに相手をぐいぐい押し込もうとしても、それでは一本にはつながりません。ここで重要になるのが、やはり古流剣術と同じ崩しの技術なんです。ただ、その目的は全く違います。自分の体の中心、いわゆる丹田にどっしりと重心を置いて、体幹を安定させながら、相手の重心をいかにして崩していくか。非常に繊細で高度な技術が求められる世界なんですね。では、その崩しとは具体的にどんなものでしょうか。例えば、まず正面から、剣道でいうところの表からですね、相手にぐっと圧力をかけます。すると、相手は倒されまいと反射的に押し返してきますよね。ポイントは、その相手が押し返してくる力を利用することなんです。すっと自分の力を抜くと同時に、滝を相手の竹の裏側、つまり反対側に滑らせるように回してみる。すると、前に押す力を失った相手は、前のめりにつまずくようにして体勢を崩します。その一瞬の隙を逃さずに技を繰り出すわけです。これはもう相手の力を巧みに利用した、まさに物理法則に基づく巧妙な駆け引きと言えるでしょうね。さて、ここまで
壺シャリ合いの技術的な側面を見てきましたが、ここからは少し視点を変えてみましょう。かつては生死を分けたこの緊迫した接近戦が、時代の変化、特にルールというものが制定されることによって、どのようにその姿を変えていったのか、その変遷をじっくりと追ってみたいと思います。テーマは、ルールが変えた接近戦です。この年表は、つば競り合いの歴史そのものを物語っていると言っても過言ではないかもしれません。まず大正時代、1926年の警察のルール。この頃はまだ実践の名残があって、多少の荒々しい押し合いは反則とはされませんでした。しかし時代は戦時下へと進んでいきます。1943年になると、つば競り合いで時間を稼ぐような行為は、戦意がないとみなされて罰せられるようになるんです。国全体が戦意高揚を掲げる中で、剣道もその影響を強く受けたわけですね。そして戦後、1950年、剣道がスポーツとして復活する中で、観客にとって分かりやすい、スピーディーな試合展開が求められるようになりました。そこで、ボクシングのクリンチのように、5秒という時間制限が導入されたんです。そして現代では、皆さんもご存知の通り、審判は別れとコールをして、膠着状態を解消する形になっています。時代の要請とともに、ルールも変わってきたんですね。特に、戦時下の価値観を象徴しているのが、この1943年に定められた学生剣道の規定です。行為に接近して防御的体制に出ることは許されない。つまり疲れたからといってつばせ蹴り合いに持ち込んで時間を稼ぐような戦い方は卑怯であると、そういう精神性が強く打ち出されたわけです。これが現代の剣道で反則とされる不当なつばせ蹴り合いの源流の一つになっていると考えると非常に興味深いですよね。さて、剣道のルールはこのように長い年月をかけて少しずつ変化してきました。しかし、ごく最近、この古い歴史を持つ技術に誰もが予想だにしなかった劇的な変化がもたらされることになります。その大きなきっかけとなったのが新型コロナウイルスのパンデミックでした。次のテーマはコロナ禍が生んだ新ルールです。新型コロナウイルスのパンデミックは私たちの生活のあらゆる側面に本当に大きな影響を与えました。それは武道の世界ももちろん例外ではありませんでした。特に剣道において選手同士が至近距離で向き合って大きな声を出すあの翼刈り合いは飛沫感染のリスクが極めて高い行為だとみなされたんです。これにより剣道界はその伝統的な接近戦のあり方を根本から見直さざるを得なくなったんですね。そこで導入された全く新しい時間制限。それが一呼吸。時間にするとおよそ3秒ほどだと言われています。このあまりにも短い時間制限が剣道の試合の展開を劇的に加速させることになったんです。この暫定的試合審判法によってつばせまり合いは全く新しいものへと生まれ変わりました。まず時間はわずか3秒ほど。そして気合の掛け声も抑制されます。しかし最も大きな変更点は選手自身が積極的に離れる義務を負ったということでした。これまでは審判の別れというコールを待つのが普通でしたが、この新しいルールでは技が出せなければ即座に自分から離れなくてはならないんです。このルールがですね、結果的に長年の課題であった意図的な時間稼ぎという問題を図らずも解決することになったというのは、まさに歴史の皮肉とでも言えるかもしれませんね。ここまで剣道という武道の中でのつば競り合いの変遷をじっくりと打ってきました。しかし、この言葉の力は道場の中だけにとどまるものではありません。最後のセクションでは視点をぶっと現代社会へと移して、この言葉がいかに私たちの日常における対立や競争の比喩として力強く使われているのか、そのあたりを探っていきたいと思います。テーマは、現代社会という試合場です。具体的な事例として、記憶に新しい方も多いかもしれませんが、2024年に行われた衆議院東京15区の補欠選挙を少し見てみたいと思います。この選挙期間中、ある政治団体の行動がこれまで比喩として使われてきたつぼ競り合いという言葉をまるで物理的な衝突を思わせるような事態にまで発展させ、社会的に大きな注目を集めることになりました。その団体、翼の党はですね、
自らの時に過激とも受け取れる行動についてこのように主張しました。これは言論の自由の範囲内であると。彼らにとってもこれもまた政治的な主張を戦わせる正当な論戦の一環であるという認識だったわけですね。では、その行動とは具体的にどのようなものだったのでしょうか。記録によれば、ライバル候補の選挙カーを何キロにもわたって追い回したり、演説会場のすぐそばで大音量のスピーカーや太鼓を鳴らして演説の声をかき消そうとしたりといった行為があったとされています。時には交通の危険を生じさせたり、あるいは電話ボックスの上に登って相手の演説に自分の声をかぶせるといったそんな場面も見られたようです。これらは一般的な討論の範囲を超えているのではないかと多くの人が感じたということなんですね。この一連の出来事のその核心にあったのは2つの非常に重要な権利の衝突でした。一つは誰がもが持つべき政治的な主張を行う表現の自由。そしてもう一つは候補者が平穏に選挙活動を行い、有権者がその主張をしっかりと聞く権利である選挙の自由。まさに民主主義の根幹をなす2つの大切な自由が明確なルールのないまま激しいつばせり合いの状態に陥ってしまったと言えるのかもしれません。では社会という審判はこの事態にどう判断を下したのでしょうか。警察はまず選挙妨害に当たるとして警告を発しました。しかしそれでも行為が続いたため最終的には団体の代表者ら3人を逮捕し、検察は彼らを公職選挙法違反の罪で起訴するに至りました。まるで剣道の審判が反則を宣告するように司法という形で社会的な介入が行われたわけです。つまり社会は法という明確なルールによってここに一つの線引きを行ったのです。これは公正な競争ではなく違法な妨害行為であると、民主主義という大きな試合場における明確な反則であると、そう判断したわけなんですね。ルールのあるつばせり合い、そしてルールのないつばせり合い。剣の道から現代社会の様々な場面に至るまで、私たちは常にこの2つの間で揺れ動いているのかもしれません。競争と妨害、自由と秩序、その境界線を私たち人間は一体どこに引くべきなのでしょうか。この問いは私たちが他者と向き合い、そして社会を築いていく上で永遠に考え続けなければならないテーマなのかもしれないですね。